こんにちは。アデウィズレイコへようこそ。初めて言った今。今日は、やってみたシリーズのそば打ち体験。結構前にやった企画会議からいっぱい皆さん送っていただいたじゃないですか。そこから、一つ選んで今日はそば打ちをしてみたいと思います。実は僕初めてなんですよ。だからすごい楽しみだし、お腹空いてるのですごい今日も食べれるんですよね。作ってそば打ちして食べれるみたいなので楽しみです。行きましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今目の前にそばの粉 100g とお水が 40cc ございます。こちらで1人前となります。当店のそば粉は小さなお子様にも作りやすいように5割そばとなります。半分小麦粉で半分そば粉となります。まずはじめに粉だけ混ぜてください。でお水を半分入れていただきます。大体で結構です。大体半分ぐらい入れてください。はい、入れていただきましたら指を立ててかき混ぜていただきます。たくさん塊ができます。はい、混ざりましたら残りのお水も全部入れていただきます。はい、またかき混ぜていただきます。お水を全部入れますと容器の縁や底に生地がくっつきやすくなります。くっついてしまった時には指でガリガリガリと剥がしていただきまして容器ツルツルの状態にしていただきます。お願いします。すげえ。お願いします。容器ツルツルになりましたら手のひらの下の部分、この部分使っていただきましてこねていただきます。はい。一つの塊にしていただきます。合ってんの？はい、まとまってきましたら、この表面の白いつぶつぶやまだらがなくなるようにこねていただきます。最終的に粘土のように表面ツルツルになりますので、ツルツルになるまでこねていただきます。この時にこねが足りませんと、麺を茹でてる時に麺が切れやすくなりますので、しっかりこねていただきます。小麦粉に含まれるグルテンから粘りや硬さが出てきます。そば粉にはグルテンが含まれませんので、そば粉10割でおそば作るとなりますとつながりづらいですので作るのが難しくなります。半分に折りたたんでぎゅーっとしていただきます。半分に折りたたむときに落ちてるこの間に挟んでいただきますとより早く一つにまとまります。水。確かに。やばい、集中しちゃった。難しい。なんか合ってんのかわかんない。でもしっかり形にはなってきた。だんだんね、滑らかになってきます。もう少しですね。もう少し滑らかになりますので、もう少しこねていただきます。はい。今生地になってきた。なんかどうしよう。でも生地だもん。時計がすごい際どい。時計が生地に触れそう。でも今更外せない。体験教室では1人前作っていただいておりますけれども、職人さん5人前とか10人前まとめて作られます。職人さんが作るのは2拍そばですとか10割そばのもう少し生地が柔らかいものとなります。小麦粉の量が多くなればなるほど硬くなります。すげえ。生地だ。あと数回ですね。数回畳んでこねてを繰り返していただきます。はい。
シュガークッキーの生地みたい。はい、完成です。はい丸くしていただきます。はい丸く丸く。泥団子を作るイメージです。丸くしていただきましたら、割れ目やひびが多い面を下に板の上に置いていただきます。ドン。はい、打ち粉振ります。打ち粉もそば粉になります。きめの細かい打ち粉用のそば粉となります。丸の状態で粉を全体に塗っていただきます。はい。はい、打ち粉振ります。塗っていきこのます。そば粉になります。丸の状態で粉を全体に塗ってください。はい、塗っていただきましたら、生地を板の端の方に置いてください。はい。粉を塗っていただきます。はい、板に粉を塗ってください。あ、はい。はい。はい、いただきます。前後にも粉振ります。はい、では綿棒にも粉塗っていただきます。少々お待ちください。はい、どうぞ。はい、塗っていただきましたら、棒は置いていただきまして、生地を自分の前に置きます。はい、はじめに手のひらで生地を潰します。はい、では棒を持っていただきまして、真ん中から伸ばします。はい。生地の向きを変えたりしながら、丸くなるように伸ばしていただきます。厚みは1ミリぐらいまで、ペラペラになるまで伸ばしていただきます。真ん中に厚みが出やすいですので、真ん中からぎゅーっと最後まで伸ばしていただきますと伸びやすくなります。伸びやすくなりますので、手のひらに伸ばしていただきます。楽しい。粉振ります。手のひらでくるくるくるっと全体に塗ってください。はい。はい、また伸ばしていただきます。はい。これぐらいまでね、大きくしていただきますので。はい。はい。結構薄いんだ。粘土伸ばしてるみたい。はい、もう二回り大きくしていただきます。はい。でも楽しい。なんか小学校の頃のなんか図工みたいな。はい、完成です。はい。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。粉塗ってお待ちください。はい。はい、これから切る作業に入ります。生地の長い面がある方は、長い面をご自分から見て縦にしていただきます。上下に畳みまして、3分の1畳んでいただきまして、反対側からかぶせます。はい、そうですね。はい、では折り紙のように折り目をつけていただきまして、開きます。お、ついた折り目。出します。線に沿って打ち粉振ります。線に沿って指でスーッと1回だけ粉塗っていただきます。こうすることによって打ち粉がクッションの役割となって切るときに生地がくっつかなくなります。はい。はい、では先ほどと同じように畳んでください。こちら右利きでよろしいですか？左利きでですす。か？はい、こちら小板と言います。はいはい、面切り包丁になります。まだ触らずにお待ちください。はい。初めて見た。かっこいい。ゲームとかでしか見ない形してる。面の切りは包丁の真ん中で切っていただきます。上の方で切りますと、上の方切りがくっつく可能性があります。真ん中で切っていただきます。必ず板と平行に包丁を入れていただきます。カットしていただきましたら、包丁を持ってくるよう、小板の方に内側に少し倒します。そうしますと、小板を押さえてませんので、少しずれます。このずれた幅が次の面の太さになります。
麺は茹でますと倍に膨らむ可能性がありますので、1ミリでお酢を振っていただきましょ入れてしまった。すいません。う。はい。僕包丁は右でした。あ、じゃあ大丈夫です。じゃあ右でやっていただきますね。はい。はい。あ、いいですね。そう抜き進めてください。難しい。でも。はい、今ちょっとなっちゃいましたね。よいしょ。で、ずらして、あ、そうですね。切って、ずらして、切って、あずらして、あ。なるほど。内側に倒します。で、もうちょっと叩くですね。はい。はい。切ってずらして。切ってずらして。あ、息づきちゃう。ちょっと待って。切ってずらして。あれ、ずらし足りない。切ってずらして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 。いいですね。今ぐらいです。切ってずらして。切ってずらして。切ってずらして。あ、太くなってるかも。切ってずらして。お。細くなったり太くなったりしちゃう。切ってずらして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 。難しい。どんどん太くなっちゃう。はい、時々ね、背筋伸ばしていただきますね。休憩しながら切られてください。すごいな、職人さんって。おお。いいですね、今ぐらいいいですね。いいですね。その太さで切り進めてください。ちょっと疲れた。あ、でも結構細くなってきた。おお。難しいですね。あと少しです。よし。切ってずらして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 。よし。切ってずらして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 。すげえ。結構細い。すげえ。最初は結構太いけど。結構楽しいっす。楽しすぎて喋ってない。無言になっちゃった。やばいやばい。完成です。難しい。結構細いかも。いいやつどうだ。これ結構細く切れました。あ、よかった。こねてるから。だけね。すげえ。すげえ。はい。おお、さっきまでは、粉だったものが、お水 40cc だけ加えてこんなそばになりました。結構こねる手と切る手が疲れますね。結構休憩しないとやれないくらいでした。でも楽しくて無言になっちゃいました。食べるの楽しみです。今茹でてもらってます。でちょうど今ピピピピって言ってたんで、きっと茹で上がったんじゃないかなと思います。切るのもあとこねるのもそうですけど、どっちの作業も集中しちゃって全然喋ってなかった。
切ってる時とか切ってずらす切ってずらす切ってずらすしかやってないでも集中してやったからまあ悪くない結果になったんじゃないかなと思います。食べるのすごい楽しみです。すりたね唐辛子と鰹節ですって。これと一緒にめんつゆに徐々に混ぜて食べていくらしいですね。シビ辛ミディアムスパイシーシビ辛ベーシック。あ、すごいよ大噴火あ、でも俺辛いの大好きだからちょっと大噴火後で追加しよう。でもどうしよう、俺が思ってる大噴火と違う大噴火だったらもっとやばかったらどうしよう。でもベーシックからいきたいと思います。いや、シビ辛からいこうかな。そばはあれなんですよ、一番ダイエットにいいって言いますからね。これは5割そばですよね。だから小麦粉も入ってるけど、きっとラーメンよりかはいいはずですいただきます。美味しそうにね、茹で上がりました。すごい。これ僕のですか？そうです。すごっ。綺麗に茹でてくれてありがとうございますうわー、じゃあいただきます。はい、お召し上がりください。いただきます。すげえ。これすごいっすよ。普通の市販まではいかないけど見た目細かく見なければすごい売ってるようなのとほとんど変わんないビジュ。よかった。美味しそうな見た目で